旬の金曜日、3700円の夜間券で2度目の大阪・関西万博へ行ってきました。平日金曜の混み具合など、今後訪れる方の参考になれば嬉しいです。この日の気温は最高気温33度、最低気温23度。前回は感じなかったですが、この日は潮風が強く、実際の気温より涼しく感じました。夜間券は通常17時入場ですが、トワイライトキャンペーンとして5月7日から当面の間16時から入場することができます。入り口に到着してから15分で入ることができました。中に入ってまず思ったことは、思ったより人が多い。もはや日曜よりも多い？やっぱり西日は鋭くて辛いです。時間との戦いになることを一瞬で悟り、前回の雪辱を果たすためにポルトガルパビリオンへ急ぎます。前回並んでる最中に売り切れたエッグタルト、食べないと帰れないです。今日はもう満足。エッグタルトは3つ入りと6つ入りから選べます。また必ず食べたいかと聞かれると正直微妙ですが、すごく美味しかったので食せてよかったです。前を通るときはいつも入場規制がかかっているオーストリアパビリオン。この時間も並べませんでしたが、なんと夜に入ることができました。どのパビリオンも大行列で入れそうになかったので、当日予約の列に並んでみます。結局25分並んで予約できるパビリオンは1つしかなく、それも引かれるものではなかったので、夕方に当日予約を期待するのは間違いだったなと思いました。ひときわ目を引くトルクメニスタンとバーレーン。列がサクサク進んでいるように見えたので、バーレーンパビリオンに並んでみます。ちなみに並びながら調べていると、トルクメニスタンが良かったという声を目にすることが多かったです。バーレーンは島国。外観は伝統的な木造帆船、ラウ船をイメージしているそうです。20名ほどが入り、そこからしばらく止められるの繰り返し。内装も船をイメージされているそうです。バーレーンパビリオンは五感で感じる体験型。見て、聞いて、触って、嗅いで、時には味わって、五感を刺激する感覚的な展示体験がテーマです。大屋根リングからの夕日を拝みに行きます。次の目的地も踏まえて大屋根リングに上がりましたが、大屋根リングって身動き取れなくなりますよね。次のお目当てはセルビアパビリオンの食。
方のライトアップも綺麗です。大人な雰囲気のレストラン。ソファー席もあり、ゆったりお酒が飲みたくなる雰囲気。お目当てのピタダメソムというミートパイをテイクアウト。ケバブ風料理のチェバピサンドも注文します。ヨーグルトも美味しそう。飲み物もこれだけ充実しています。正面からは少し外れてしまいますが、ベンチが好きだったので足を休めようと思います。セルビア館のミートパイ、ピタダメソム、とんでもなく美味しいと聞いていました。すごく美味しかったんですが、少しだけ脂っこかったです。わかりやすいね。急いでダメ元でオーストリアパビリオンへ向かいます。最終枠でギリギリ並ぶことができました。嬉しい。並びながらセルビア館のチェバピサンドをいただきます。ピタにチェバピというお肉が包まれています。私はミートパイよりこっちが好きです。ピアノとシャンデリアをお楽しみください。どうぞ。現存する世界最古のピアノメーカー、ベーゼンドルファーのピアノ。もう外で説明の方はほとんど聞いていただいたと思います。これよりこちらの5000万円するベーゼンドルファーピアノの白演奏をお聴きいただきます。
他のお部屋でも音楽をお楽しみいただけますので、どうぞゆっくりと楽しんでいってください。またこの壁に書いているああ、知ってるやな、いいね。ありがとう。いや、もう聞いたことあるんですよ。エスカレーター付近は立ち止まらず左右に分かれてお進みください。夕方からとはいえ暑さ、人混み、歩き疲れで東ゲートを出る時点でクタクタでしたが、ここから夢島駅まで大混雑でなんと1時間かかりました。疲労困憊、平日だからと金曜の夜を侮っていました。真夏は夜間券を重宝する方も多いと思いますが、余裕を持った予約で朝一に訪れるべきだったと勉強になりました。何か参考になる情報があれば嬉しいです。この動画が良かったよと思ってもらえたら、高評価やコメント、チャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。